ご視聴ありがとうございます。今回は都心に眠る廃線に迫ります。わずか8年で役目を終えた路線が作られた事情と、廃線後に訪れた活躍のチャンス、ひっそり残る痕跡に注目です。ここは京成押上線の途中駅、京成曳舟駅です。押上線は都営浅草線と接続する押上駅と京成本線と接続する青砥駅を結ぶ路線です。この駅の前後は2015年8月に完全高架化されました。地上、改札階、そしてホーム階の3層構造なので結構な威圧感です。その次の八広駅は99年9月までに高架化されていたため、この駅の高架化により両駅の間は全て高架線になりました。普通列車しか止まらないので、日中は1時間あたり6本と東京都心の路線としては本数が少なめです。ちなみに平日朝の上りもそれほど本数が増えない一方、平日朝の下りは本数が激増します。不思議な逆転現象の理由を追った動画は概要欄から見てくださいね。なお、ここから歩いて数分の場所に東武スカイツリーラインの曳舟駅があります。浅草方面と半蔵門線方面からの系統が合流するこの駅、すべての一般列車と一部の特急が止まる大規模な駅で、京成曳舟駅とは全く違います。この路線も今回の話に関わってきます。京成曳舟駅から下り方面へ進みます。線路の下の2階層は駅の先でも有効活用されています。道路を渡ると2階にあたる階層がなくなります。このカットだけだと分かりにくいですが、高架橋自体の高さが低くなっていきます。道路幅も狭めになり、人通りも少なくなり、静かな住宅街といった感じです。そしてこの辺りの高架化工事も今回の話に関わってきます。側道を進んで700メートル余り、八広駅との中間あたりに来ました。右にあるのは保育園で、京成電鉄の施設ではないものの、建物には京成の赤と青に似た色の帯が巻かれています。その反対側には消防団の詰め所があります。ここに消防車が入庫しており、道路のどちら方向にも出動できます。消防署の車庫は道路に対して直角なのが一般的ですが、この建物はほとんど平行で、ちょっとだけ角度がついています。ここは道路と反対側の土地の境目も斜めです。線路に対して微妙に斜めなのはここだけではなく、奥の土地も同じです。しかも、奥に行くほど角度がきつくなります。見る人が見ればわかるこの形状こそが、かつてここにあった路線、京成白鬚線の名残です。かつてこの場所には、向島駅という駅がありました。1914年、大正3年に開業した駅です。今の八広駅はまだなく、隣が曳舟、逆隣がもう一つ先の四つ木駅でした。そして1928年に開業したのが、京成白鬚線です。全長 1.4 キロの路線は、駅を出て西に向きを変え、隅田川のほとりまで行く路線で、2つの中間駅がありました。すでに東武伊勢崎線が開業しており、見込める乗客も多くなかったこの路線ができたのには、当時の京成の事情が関係しています。白鬚線開業当時の京成の路線がこちら。京成はもともと押上駅が起点で、途中の高砂で2つに分岐していました。今の京成本線にあたる、京成上野から青砥までのルートは、まだなかったのです。そして近くにある東武とは、都心乗り入れをめぐって競い合っていました。両社とも、隅田川の向かいにある浅草への延伸を目指しましたが、認められたのは東武だけ。東武に水を開けられることを危惧した京成は、同じ財閥の影響下にあった王子電気軌道と直通運転をすることで、都心直通ルートを確保することにしました。今の京成では、レール同士の間隔、期間が 1435 ミリですが、当時は1372ミリで、王子電気軌道と同じだったため、この直通自体は容易でした。1936年の空中写真に、白鬚線の沿線の様子が写っています。線路が地上にあり、東武線と交差するところだけは土手になっていたそうです。なお、当時の向島駅の構造がこちら。踏切を挟んでホームが互い違いに並んでおり、白鬚線には専用の線路もありました。隅田川を一度に渡らなかったのにも、京成の事情がありました。
一連の図では省略していますが、今の荒川は1923年に人工的に作られたもので、初代荒川橋梁はこの時に作られています。都心直通は重要だったものの、この頃は橋梁建設工事などで多額の資金を使っていたため、隅田川に橋を架けるのは後回しにしたようです。他にも免許の申請や取り下げが繰り返されており、京成が都心直通に躍起になっていつつ、それが一筋縄ではいかなかったことが伺えます。そしてこの白髭線、都心直通ルートの割に下り方面から直通できず、折り返し運転が必要な向きになっており、都心と郊外をつなぐルートとしてはいまいちな感じです。そんな白髭線が役目を終えた理由が、皆さんご想像の通り、京成本線の開業です。1930年、京成は上野から茨城の筑波山までの免許を保有していた筑波高速度電気鉄道を吸収合併します。この会社のルートは日暮里を起点に千住などを経由して郊外を結ぶ計画でしたが、株主構成の不安定さに加え、世界恐慌の影響を受けていたこと、千住にあった工場用地を買収するのに巨額の資金が必要なことなどから、ほとんど着工しないまま行き詰まっていました。同社は最初、東部に合併を持ちかけたものの、すでに浅草延伸を果たしていた同社はそれほど関心を示さず、京成にくら替え。都心直通を目指す京成と利害が一致したことで、合併が決まりました。具体的なルートとして、青戸から千住までをつなぐ支線、そして筑波鉄道の免許を使った日暮里までの区間、さらに筑波鉄道の名義で免許を取得した日暮里から上野までの区間でした。日暮里までが1931年12月に、今の京成上野までが1933年12月に開業。他路線への接続も申し分なく、しっかりした高架線もあるこの路線ができたことで、京成は確固たる都心直通ルートを手に入れます。しかも、白髭線と道路の交差部分について、東京市から平面構造を立体構造に改修するよう義務付けられました。すでに存続させる意義を失っていた白髭線は、1936年2月28日を最後に廃止になりました。その後、1943年10月に向島駅が休止になりました。戦時中には、列車のエネルギー消費を減らすため、駅を少なくする方策が取られていたからです。向島駅は復活せず、1947年2月28日に廃止されています。ただし駅周辺は京成電鉄の所有地だったため、工事などでたびたび利用されています。1959年10月から12月にかけ、京成線と今の都営浅草線の直通にあたり、京成線の基幹を改める工事が行われました。1372ミリから1435ミリへと6センチメートル強の差ですが、全線を巻き込む大工事でした。この時、作業用の基地としてこの場所が活用されています。また、浅草線が開業した後も、この場所はある用途で活用されます。浅草線の車庫は路線の端の西馬込に作られ、大門駅のあたりに都電の車庫を転用した補助的な施設を作る計画でした。その一部として、向島駅跡に研修区を設けることになったのです。開業と同時に、5000型の2両編成が8本、合計16両が投入されました。これらを留め置き、さらに検査や修繕する場所も必要だったため、向島研修区にはこれらの設備が詰め込まれています。検査線は4両分しかなく、ピットに曲線が入ったことで、検査業務が難しくなってしまったという話もあります。1963年の空中写真には、細いスペースに設備がぎっしり詰まっている様子が写っています。なお、当初は浅草橋から大門までを一度に開業させる計画でしたが、一つ北の新橋までで一区切りとされたため、増加する車両を収容しきれず、つなぎの車庫が必要になりました。京成の高砂車庫の拡張計画があり、それを前倒ししてもらった上で、一部を借用して解決しています。ちなみに現在、大門駅の周辺に車庫はありません。これは、国道との交差などの設計に無理が生じること、場所が深いため地下水対策が困難なこと、そして将来的には馬込の設備だけで維持管理ができると見込まれたのが理由です。また、都心にあるまとまった広さの土地を車庫にするのはもったいないというのも要因だったようです。1968年に浅草線が全線開業し、西馬込周辺の施設が順次稼働したことで、向島研修区は役目を終えています。
その後も土地は残っており、押上線荒川橋梁の架け替えや、京成曳舟駅周辺の高架化の時に、作業基地として活かされています。駅の廃止から長い間、上り線の横にはホームの端の壁だけが残っていました。こうした壁は解体するのに意外と手間がかかる一方、薄くて邪魔にならないので残されていたものの、押上線の高架化工事に伴って解体され、痕跡は残っていません。今では、高架橋の下のスペースが出っ張っていて、上への階段がある場所に、かつての信号扱い所の名残が見えます。そして今私がいるのが、何度か出てきた図にもあった踏切に続いていた道路です。踏切の両側には商店街もあったようですが、今ではお店も減ってしまいました。向島駅の場所は綺麗な高架線になり、駅があったことはわからなくなっています。都心の廃線ということもあり、廃線跡には住宅が立ち並び、線路が残っている場所はおろか、更地で残っている場所もほぼないです。ただ、普通に歩いているだけだとまず気づかないものの、駐輪場の横の土地は、線路のカーブと同じように曲がっています。また、建物の並びに線形が伺える場所が多く残っています。国道の西側には線形に沿った角度の駐車場があり、奥には廃線跡に沿って建物が並んでいます。当時の路盤の出っ張りを受け継いでいるのか、線路があったところだけ道路が盛り上がっています。終点の白髭駅の後には大きな建物があり、その形状から駅跡の位置を伺い知ることができます。この日は休日なのでシャッターが降りているものの、平日などは野菜を売っているお店があります。また、1931年に架けられた白髭橋は今も残っているほか、300メートルほど南には白髭神社もあります。ご視聴ありがとうございました。